ようございます。4日目の朝を迎えました。現在の時刻は6時35分です。で、早起きした理由なんですけども、実はね、もう着替えがだいぶ少なくなってきまして、洗濯しないとちょっと服がないんで、この近くにね、早朝からやってるコインランドリーがあるんで、そっちに行ってね、まずはちょっとね、服を洗濯しにね、行きたいと思います。はい、到着。こちらもね、コインランドリーのアカンさんですね。で、洗濯物ね、たくさんあるんですけども、今着てる服もね、洗濯しておきたいんで、車内でね、着替えて、それもね、掘り込みたいと思います。これがいいですね。4キロで40分でできるらしいんでね、これにさせてもらいましょう。よし。硬貨を入れる前にコース選択ボタンを押してください。洗剤ソフト剤不要。あとね40分かかるんで、車内でね動画編集していきたいと思います。はい、洗濯完了です。お、まだか。運転が終わりました。よし、どうかな。お、しっかり乾いてる。やりました。よし、畳みましょう。あ、でもちょっと乾燥少し甘めかな。これ甘めだな。甘いやつはちょっと車内で乾燥させましょうかね。乾いてる分だけ畳みます。はい、こっちがね乾いてた分で、こっちが湿ってた分なんですけども、よく見たらね100円で10分間乾燥機が使えるみたいなんで、せっかくなんでね、もう100円使って回していきましょう。いらっしゃいませ。洗濯物を入れ、硬貨を投入。よし、ふんわり乾燥を始めます。 OK。 よし、車にね積み込みましょう。 OK。 ご利用ありがとうございました。洗濯物の取り忘れにご注意ください。 OK です。プラス100円でねしっかり乾きました。よし、よし、じゃあね、道の駅に戻りましょう。はい、ということで、ね、到着したらちょうど8時半でした。で、お風呂に入れるのはね、10時からなんで、あと1時間30分あるんでね、残りの時間はね、またちょっと車内で PC 作業の方ね、したいと思います。もうちょっとで完成です。はい、ということでね、作業終了です。現在時刻はね、10時30分です。結構時間かかりました。でもね、無事終了です。で、ちょっとね、まだこっちはね動かしてるんで、パソコンはほっといて、今からねお風呂に入りに行かせていただこうと思うんですけども、こちらはねゴミ捨てが OK なんで、ゴミもね捨てしてもらいに行きましょう。はい、お風呂セット。よし、行きましょう。あらあら、あ、おはようございます。はい、あ、すみません、これがゴミですかね。そうですね。あ、すみません。はいはい、いいですよ。ありがとうございます。こちらですね。はい、瓶、缶、ペットボトル。よいしょ。よし、蓋ですね。 OK、 ゴミ捨て完了です。よし、行きましょう。はい、お願いします。なんか味のあるお風呂ですね。 OK です。よし、じゃあね行ってきます。よし、お風呂上がりました。気持ちよかったです。浴槽はね2つでから、熱いお湯と普通のお湯っていう感じで、僕はね普通のお湯の方入ったんですけども、なんか塩味のあるお湯でからねぬるぬるして気持ちよかったです。で、そうこうしたらねレストランも開いたみたいなんで、ドリンクチケットがあるんでね、もうねここでねお食事させてもらいましょう。
なんかね、すごいメニューがたくさんあるんだけども、景色のいいね、こちらにさせてもらいましょう。はい。でね、こちらはね、一番人気が、このね、醤油甘酢あんかけ残機が10個入って1150円っていうね、めちゃめちゃお得なメニューが一番人気らしいんですけども、僕はね、2番人気の、このね、カツミートスパっていうのをね、いただきたいと思います。これはね、すごい美味しいらしいんで、これにさせてもらいましょう。カツミートスパお願いします。はい。これをお願いしたいんですけども、大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。ホットコーヒーでお願いします。はい、チケットでね、ホットコーヒーもいただきました。390円丸儲けです。はい、ありがとうございます。すごいのが来た。これはすごい。とんかつが乗ってて、ミートソースがかかってて、さらにね、チーズが乗っかって焼かれてます。すごい。よし。ということで、いただきたいと思います。いただきます。これカツからでしょう。美味しい。ソースもカツもね、両方めちゃくちゃ美味しいです。これ店内手作りですよ、絶対に。麺もね、ちゃんとコシがあってめちゃくちゃ美味しいです。これすごいな。美味しい。久しぶりに美味しいパスタ食べました。コーヒーブレイク。よし、ということで完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。よし。でね、現在時刻はね、11時48分で、チェックアウトまでね、あと12分しかないんで、もうね、お会計をしてからチェックアウトしたいと思います。はい。はい、ごちそうさまでした。料金はね、税込み1000円でした。カツミとおすすめです。で、じゃあこちらをね、返しましょう。はい、ありがとうございました。チェックアウト完了です。はい、ということで、道の駅さんと隣接されたアラブパークさん、すごくいい場所でした。もうみんな出てました。貸し切りですね。よし、パソコンもね作業終わってたんで OK です。よし、ということでね、全部順調に進んだんで、今からね、もう出発したいと思うんですけども、本日はね、昨晩も言ったように北海道最東端を目指そうと思うんですよね。で、北海道最東端までは180キロぐらいで3時間ぐらいで行けるんですけども、僕実はその最中にね、とある博物館に寄りたいんですよね。で、そこはね、僕ずっと行きたかったところなんで、道中にあるんでぜひとも寄りたいんですけども、実はね、そこ3時までしか空いてないんですよね。で、この場所から博物館までは、丸々2時間かかるようで、ルートはね、こんな感じで、一般道を全部通っていくんですけども、もうね、時間的にギリギリなんで、今回はね、もうノンストップで、こちらのね、博物館の方、まずはね、行かせていただきたいと思います。はい。ということでね、出発です。はい。ということでね、阿寒単調の里 RV パークさん、車中泊させていただき、ありがとうございました。おー。なんかすごいところ来た。うわー。一直線道路。あ、ちなみにね、目的地まではあと5キロぐらいです。皆さんね、これなんかわかります？ソーラーパネルなんですけども、めちゃめちゃ起きてるんですよね。北海道のね、ソーラーパネルの角度ってすごいですね。壁みたいです。あ、ここだ。はい、到着です。現在の時刻は2時23分ですね。途中でね、めちゃくちゃ眠たくなったんで、撮影しなかったんですけども、10分ほどね、仮眠しました。そのおかげでね、ちょっとずれましたけども、なんとかね、無事到着です。で、こちらがね、その3時までしか空いてないミュージアムなんですけども、早速ね、行ってみましょう。よし、じゃあ行きましょう。空いてる。よっしゃー。はい。こちらはね、実は、ルパン三世のね、モンキーパンチミュージアムってところです。こちらの地区でから、モンキーパンチが生まれたそうです。
僕ね、いっぺん来てみたかったんですよ、ここ。すいません、ちょっと自分のね、趣味の世界ですけども、見させていただきましょう。ちなみにね、入場料と拝観料無料です。浜中町ですね。逆光ですいません。彼らはね、泥棒にならなかったら多分、漁業やってたんでしょうね。素晴らしい。ルパン三世のミニクーパーですね。これはかっこいい。本物だ。カリオストロの城の部分かな。だいぶガリガリになってますもんね。7月から9月の開設時間は午前9時から午後5時になってますね。あ、そうだったんだ。バタバタして来なくてよかったみたいです。この絵はね、2011年4月に描いてますね。ここができた時なんですかね。連載しなくてもね、もう連載当時のままの絵ですね。これすごい。作業部屋らしいです。すごい有名な人間をね、どこまでも追い続けるロケットがありますね。爆弾ロケットかな。漫画の中で、ね、出てきたものが実物になってありますね。これは面白い。これ欲しいな。なるほど。ルパンって書いてあるんだ。一回やりましょう。誰が出るか。よいしょ。ルパン三世が当たりました。大当たりです。やりました。ありがとうございました。いいのが当たりました。よっしゃ。はい、堪能しました。モンキーパンチコレクション。これってね、良かったです。年に一遍はね、アニメスペシャルしてますし、テレビアニメもね、パート6ぐらいだったかな。今、やったりとかしてね、まだまだ熱いんでね、僕は、ね、大好きなんですけども、見れてね、本当に良かったです。いいピンズも当たりました。よし。はい、ということでね、ルパン三世も無事見れたんで、次はね、北海道最東端を目指そうかなというふうにね、思うんですけども、実はね、こっちの方に、東仏岬っていう灯台がもう5分ぐらいの距離の位置にあるんで、せっかくここまで来てるんでね、ちょっとそっちの方を覗きに行ってみたいと思います。車いっぱいですね。あ、でも止めれそうですね。よし、到着です。ちょっとね、寒いんで、1枚着ましょう。よいしょ。昨日島村で買ったね、パーカーです。すごい DIY の車両ありますね。ガチ勢です。よし、こちらがね、霧多布岬っていう灯台の方ですね。カメラを構えた方がね、めちゃくちゃ多いんですけども、何が見えるんでしょうか。はい、霧多布灯台にね、到着です。ここは大きいですね。ほら、3つ分ぐらいありますもんね。素晴らしい。で、実はね、歩いてまだ先に行けるんで、ちょっと行ってみましょう。よし。はい、霧多布岬の方にね、やってきました。ここがね、トス岬のようですね。なんかね、鳥がよくおります。だからね、こっちの方が日が沈む方向になると思うんですけども、あいにく天気でね、もう何も見えません。残念です。仕方ないですね。とりあえずね、霧多布岬も押されたんで、車にね、戻りましょう。尾根みたいな道を歩いててね、すごい気持ちよかったです。よし、ということでね、霧多布岬もしっかり見ることができたんで、いよいよね、今日の旅の終着地点、北海道最東端にね、行きたいと思います。ちなみにね、ここから90キロの距離で1時間27分かかるそうです。ですので、着いたらまあ6時ぐらいかなという風な感じではあるんですけども、まあゆっくりのんびりね、行きたいと思います。行きましょう。よし、ということでね、今日の旅の目的地、ノシャップ岬をね、目指して移動したいと思います。
ちなみにね、ここから1時間半ぐらいかかるみたいから、向こうに着いたらね、6時ぐらいになると思うんですけども、まだね、日は明るいと思うんで、頑張って安全運転で行きたいと思います。で、あとね、ガソリンがね、もうないんで、早々にね、どっかで入れたいと思います。わー、かっこいい。はい、ガソリンスタンドまでね、あと5キロぐらいなんですけども、残りはね、これぐらいだから結構やばいです。ゆっくり安全運転で行きます。今ね、4時半ぐらいなんで、開いてくれると嬉しいんですけども、どうでしょうか。目の前なんですが、開いてますね。開いてます、開いてます。よし。あ、よかった。よいしょ。レギュラーを満タンで、はい、5604円。はい、じゃあ5604円お付けします。レシートで少々お待ちください。はい。33.3 リッター入って5554円でした。OK。かなり入りました。よっしゃ。よし、行きましょう。はい、あざすー。よし、しっかり入りました。これでね、もうガソリン問題は解決です。景色がいい。よし、どうかな、開いてるかな。はい、ちょっと最北端行く前にね、ちょっと食材だけ買っときます。よし。ただね、今日はね、北海道最東端で車中泊をしようというふうに考えてるのに、あっちの方まで行っちゃったらね、もうお店が全くないんで、まずはね、ちょっと北連さんで、今夜のね、食材をちょっと仕入れていきたいと思います。果たしてどんなものがあるのでしょうか。行ってきます。よし、いろいろね、買ってきました。すごい食材が手に入りました。それはいいんだけど、火が暮れ始めました。で、ライトつけっぱなしでした。やばいです。ちょっとね、蓋が閉まらないんで、こんな感じでいきましょう。OK。よし。ということでね、行きましょう。現在時刻はね、6時40分です。あと30分かかるんで、7時10分ぐらいにね、到着になりそうです。おかしいですね。めちゃめちゃ余裕を持ってから動いてたはずなのにから、気がついたらね、時間がもうありません。虹が出てる。あそこにね、宝が埋まってるんだと思います。今から行ってる場所、あの辺ですけどもね、すごい絵が撮れた。虹に包まれる7枚の景です。素晴らしい。最高です。ちなみに反対がこんな感じです。かっこよすぎでしょ、これ。よいしょ。よし、行きましょう。寄り道すぎでやばいです。はい、ということでね、北海道最東端、ノシャップ岬到着です。よっしゃ。よし。よし。行ってみましょう。はい、ということでね、今回の旅の目的地、ノシャップ岬灯台にね、到着です。現在時刻はね、19時10分です。もうすっかりね、暗くなってしまいました。誰もいないから貸し切りです。ここの灯台はね、でかいですね、ほら。1、2、3、3つ分もあります。でかい。うわー。海の匂いがね、すごくいい匂いがしてます。うん。なんか美味しそうな匂い。北海道最東端ですよ。日本最東端じゃないのかな。どうなんでしょう。日本最東端なのかもしれませんけども、なんかね、千葉県が日本最東端だったかな。なんかいろいろあるらしいんですけどね。とりあえずね、最東端までやってくれました。よかったです。で、多分ね、向こうとかが東なんで、明日のね、朝日が見れそうな気はするんですけども、実はね、明日は雨らしくてから、見れないかもしれないんですけども、とりあえずね、翌朝、またね、こちらの方、来てみたいというふうに思います。はい。で、本当はね、僕最初はこの辺で、車中泊させてもらおうかなと思ったんですけども、近くにね、お手洗いのある駐車場がありますんで、今晩はね、そちらに移動して、車中泊をね、させていただきたいと思います。ということでね、車中泊予定地に移動します。
ですね。OK です。車中泊してる人がね、いない理由が分かりました。駐車場がね、めちゃめちゃ傾いてます、ここ。でもね、この辺がだいぶ増しそうなんで、この辺、もう止めてカースロープ置きます。よいしょ。よいしょ。あれ、前後は意外といいな。カースロープをね、同じ位置に置いて。よいしょ、これぐらいか。はい、OK です。こっち方向は大体 OK です。じゃあね、あとはね、窓にメッシュつけたりしてから、車にね、入れると思います。はい、ということでね、準備できて車に入ったんで、そろそろね、晩ご飯にしようと思うんですけれども、今回はね、過去一すごい魚を買ってきました。それがね、こちらです。生銀鮭ですね。すっごい大きいの買ってきました。切り身とかじゃなくてね、半身が売られてたんで、買ってきました。すごい大きさです。しかも特上品です。で、まだ冷えてるね、オッケーオッケー。で、もうやっぱりね、北海道といえば鮭なんで、買ってきたんですけども、今気がつきました。これね、宮城県産でした。本当にね、北海道産と信じて疑わずに買ってきたんですけども、宮城県産でした。でもね、北海道といえば鮭なんで、鮭をね、いただきましょう。あとね、こちらですね、もやしミックスです。ですんで、この分で、ちょっとね、ちゃんちゃん焼きを作ろうかなというふうに考えてます。で、この分はね、1匹食べてしまったら量が多いんで、半身残そうと思うんですけども、半身じゃ足りないかもしれないんで、お肉も買ってきました。ステーキですね。もうね、手のひらぐらいの大きさのお肉です。で、これと、あとね、納豆を食べたかったんで、納豆とお酒類ですね。で、全部合わせてちょうど2000円でした。バッチリです。はい。ということでね、もうちょっと早速ご飯にしようと思うんですけども、どれから作ろうかな。ちゃんちゃん焼きからいきましょうかね。ちゃんちゃん焼きも、もうどれもね、簡単なんで、パパッと作りたいと思います。まずはね、タレから作りましょう。味噌。ちょっとね、熟成されて色が変わってますけども、まあ大丈夫でしょう。で、みりん。カップ2杯。酒。カップ2杯。で、砂糖。まあ、適当に2本ぐらい。で、次はね、鮭を切りましょう。どれぐらいがいいかな。フライパンに入る量がいいんでね、これぐらいにして半分をどっちを使うかですね。を見に行きましょう。OK。はい。よいしょ。これで OK ですね。で、もうね、これで準備はできたんで、あとはね、調理していきましょう。で、バター。で、鮭を皮目から。でかかったな。天か。もう。よっ。OK。一旦火を止めて、もやしミックス。よっと。はいよ。で、よっしょ。で、こう置いて、これを、で、蓋をして、こうですね。よし。しばらく放置します。せーの。よいしょ。お、いい感じですね。OK にしましょう。蓋はもう熱いうちに振っときましょう。うん、やっぱし。バターなんでね、冷えたら、落ちにくくなるんで、もうこの暑い時期にね、しっかり拭いて落としておきます。明日止まるところにね、洗い場があったら助かるんですけども。で、これ取りましょう。はい、完成です。美味しそうなちゃんちゃん焼きできました。で、お腹も空いてるんで、早速いただきたいと思います。はい、じゃあね、いただきます。タレかけましょう。タレちょっとね、緩かったです。よっしゃ。果たしてお味は。美味しいです。身がね、プリプリですね、これ。柔らかい。タレがね、よく合ってます。うん。美味しい。すごくね、よくできてます。やっぱしね、北海道食べるちゃんちゃん焼きは最高ですね。
ということでね、昨晩買ってた本麒麟。いただきます。おー、さすがは約束された味です。タレは緩かったですけども、味はバッチリです。ちゃんちゃん焼きとは関係ないんですけども、納豆もね、いただきます。納豆がね、食べたかったんで、よいしょ、買ってきました。粒がでかい。やっぱり北海道の大地は広いから大きい豆が育つんでしょうね。北海道の納豆ってからしがついてないんですかね。北海道の人はあんましからしが好きじゃないかな。どうなんだろう。豆の一粒一粒はね、枝豆ぐらいの大きさがあります。いただきます。食べ応えめちゃめちゃありますね、これ。美味しい。豆がね、めちゃくちゃ肉々しいですね、これ。お肉っぽい。美味しい。はい、ということでね、食べて飲んでゆっくりしてたんですけども、少しね、横になってたら寝てしまってました。で、現在の時刻はね、2時前でから寒くて目が覚めました。もうブルブルです。本当はね、お肉も焼こうかと思ったんですけども、この分だけでね、お腹いっぱいになっちゃったんで、食事はね、これぐらいにしてから、今日はもう片付けて休もうと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。今回の汚れはね、メインが油なんで、少し置いててもね、しっかり拭けますね。よし。で、寝る前に今集計してみたんですけども、今日使った金額がこんな感じで、コインランドリー、カツミートスパ、ルパン三世のガチャガチャに、ガソリンで買い物。で、合計で9950円でした。4日間の合計が36,068円でした。結構使ってますね。どこだろう。いらなかったものってあるのかな。どれも必要なものばっかりですね。ですのでね、節約旅ではないんですけども、やっぱしね、何かしたら使っちゃいますね。とりあえずね、ガソリン代が結構大きいなという感じではあります。はい。で、明日はね、道の駅摩周温泉で、皆さんにステッカーをお渡しする日なんで、5時までにね、ちょっといろいろと用事を済ましておかないといけないんで、忙しいんですけども、とりあえずね、明日以降のね、工程なんか調べたりして休みたいと思います。はい。よし。じゃあね、おやすみなさい。はい、とりあえず、ある服全部着込みました。もっとお金持ちだったらキャンピングカー欲しいなって。いや、いいですよね。どうぞ。すみません。ようこそお越しくださいました。ステッカー、どうぞ。